きらめく姿を追求し続ける機体、ストライクフリーダムガンダムのプラモデル進化の歴史。ストライクフリーダムは、機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場する後半の主役機体です。前作である、機動戦士ガンダムシードの主人公であるキラヤマトが登場し、機動戦士ガンダムシードデスティニー前半の主役であるシン・アスカに代わって、初登場時から戦争終局まで、全ての敵機を圧倒する戦いぶりから、非常に人気の高い機体となり、現在までに数多くのプラモデルがリリースされました。なお、機動戦士ガンダムシードの世界観において、ガンダムとは、機体に搭載された OS の名前なので、本来は、ストライクフリーダムは、ガンダムをつけずに呼びますが、プラモデルでは分かりやすくするためか、ストライクフリーダムガンダムと呼ばれています。今回は、そんなストライクフリーダムのプラモデルの進化をご紹介します。全システムオールグリーン、ストライクフリーダム、システム起動。まず、最初に発売されたのがこちら。144分の1ストライクフリーダムガンダム。発売日、2005年6月。ストライクフリーダムがアニメに初登場した第39話は同年7月なのですが、こちらはアニメで登場する1ヶ月前に発売されたキットとなります。これはコレクションキットと呼ばれる種類のプラモデルで、稼働するのは股関節、肩関節、頭部などざっくりとした場所しか動きません。そして色分けも大雑把なので、シール貼りや塗装などをしないとどうにも完成度に欠けてしまいます。また目玉武装であるドラグーンの展開もできないものでした。しかしプロポーションに関しては評価がいいことと、単純化された構造であるため、初心者でも簡単に組める利点を持ちます。このキットは初めてガンダムを知った初心者のためのプラモデルといった位置づけとなり、ここからいかにして完成度を上げられるかを考えることができるキットでした。次に発売されたのがこちら。100分の1ストライクフリーダムガンダム。発売日、2005年8月。このキットでは、可動域やスーパードラグーンの脱着、ビームライフルの連結などアニメの設定に準拠した設計のプラモデルになっています。しかし、特にプロポーションでは、頭部が大きいことや、腰部のレール砲が短いといった課題を残すキットとなりました。また、スーパードラグーンは、本体との接続が緩いので取れやすいという問題もありました。このデザインは、制作会社が各所をマッシブにして強そうにするというメカニックデザイナー大河原邦義のデザインの特徴を意識して作ったように感じられます。しかし、この特徴をうまく表現しきれていないとして、購入者の方々からは、より良いプロポーションを求める声も多く上がりました。しかし、当時は、すでにマスターグレードフリーダムが発売されていたため、全国のモデラーの方々はミキシングして、素晴らしいプロポーションのストライクフリーダムを作り上げていくことになりました。次に、作られたのがこちら。HG144分の1ストライクフリーダムガンダム。発売日、2005年10月。ストライクフリーダム初の HG モデルとなります。初期の HG キットなので、パーツの色分けやディティールなどが満足いくとは言えません。特徴的な金色の関節は黄土色なので、劇中のきらびやかな印象とは異なっていました。また、初期のプラモデルに共通することで、ビームライフルをまともに持つことができないことや、腰のひねりなどの運動をさせる際に、レール砲のギミックと干渉してしまい、稼働させることができない、といった問題点が購入者から指摘されており、アニメ本編のかっこよさと比較すると、非常にギャップが大きいということで課題を残すキットでした。もういい、今は喋らないで。その後、こういった問題を改善して発売したのがこちら。60分の1ストライクフリーダムガンダムライトニングエディション。発売日、2005年11月。このプラモデルでは、60分の1のサイズを生かして電飾を内蔵することで、アニメで演出された関節部分やツインアイの輝きが再現されました。パーツ一つ一つが大きく作られているので、スケールが小さい144分の1や100分の1に比べると、パーツの成形がやりやすく、以前までのプラモデルに比べると、ディティールがしっかりして完成度が高められています。さらに、スーパードラグーンの羽が大きめに作られたので迫力が増しました。60分の1という大型サイズということもあり、作りがい、達成感、存在感を強く感じられるキットとなっています。一方で、発光させることを前提に設計されているので、発光させないと関節のクリアパーツが生えないという問題がありました。また、電飾を内蔵したがゆえに、内部が複雑になったので、可動域は狭いという欠点もあります。
そして電飾を内蔵するのはプラモデルとしては製作が複雑になってしまうので、素組みでさえ製作難易度が高くなっています。ただ大きくて飾り映えすることから、オブジェとして飾ることを目的とする方々から非常に評価が高い一品となりました。その後、電飾なしでも元から見栄えの良いプラモデルとするために作られたのがこちら、マスターグレード100分の1ストライクフリーダムガンダム。発売日2006年12月。このプラモデルの一番のポイントは全体のプロポーションです。スタイルのバランスが良く、購入した多くの方から支持を受けるキットとなりました。そしてマスターグレードならではのパーツの色分けや可動範囲も優れており、劇中のかっこいいシーンを再現できる自由度の高いプラモデルとなっています。素組みはもちろん、墨入れや塗装をすればさらに完成度が高まるということで好評を博しました。ストライクフリーダムの翼をモチーフにしたベーススタンドが付属しており、浮遊状態でのポージングが可能です。ただし取り外したドラグーンを設置するスタンドが付属していなかったため、宇宙でのフルバーストを再現することはできませんでした。そこで豪華オプション版が通常のマスターグレードと同時に登場します。それがこちら、マスターグレード100分の1ストライクフリーダムガンダムフルバーストモード。関節部にはゴールドメッキパーツを採用して設定通りの発光感を演出。スーパードラグーンにはエフェクトパーツを付属。そしてドラグーンも取り付け可能な専用スタンドが付属して躍動感を演出しています。なお発売当初はその人気から入手困難となっていた一品です。こうしてポージングに関してはこの時点でほとんど完成しました。そのため付加価値をつけたプラモが発売されていきます。それがこちら、マスターグレード100分の1ストライクフリーダムガンダムエクストラフィニッシュバージョン。発売日2008年9月。メタリック感を表現するために最初からパーツに特殊加工されたプラモデルです。胸部、スーパードラグーンなどのノブコンパーツとボディのホワイトにはエクストラフィニッシュ加工を採用しており、完成品は艶やかな感じとなり、劇中のきらめく印象が再現されました。しかしパーツに存在するゲートの位置が問題となっています。このプラモはアンダーゲート方式になっておらず、パーツを組み上げた時に見える位置にゲート跡が出てしまう箇所が多いため、ちょっとした塗装技術がないと仕上げが難しくなっています。パーツに特殊な加工をするといったアイディアは良かったのですが、購入された方からゲート跡が残ることに対する指摘を受けることになりました。そこでパーツ全てを特殊なものにするのではなく、部分的に特殊なパーツを使って完成度を高める試みをします。そして登場したのがこちら、マスターグレード100分の1ストライクフリーダムガンダム限定クリアパーツ付き。発売日2009年12月。各種パーツにクリアパーツを組み込むことで内部フレームを視覚的に楽しむことが可能なキットとなります。ただし全ての外装がクリアパーツになるわけではないことと、金色の内部フレームは塗装しなければ金色ではなく黄色だったので、ちょっとしたおまけ程度となりました。これではダメだと思います。こうしてマスターグレードでここまでの完成度のものを作りましたが、ストライクフリーダムのプラモデル進化は止まりません。次に発売されたのがこちら、パーフェクトグレード60分の 1ZGMFX2OA ストライクフリーダムガンダム。発売日2010年12月。ついにパーフェクトグレードで登場。さらに加藤はじめ氏によりリファインされたプラモデルです。スーパードラグーンを展開するとパーフェクトグレード最大級のスケール感を誇ります。付属の専用アクションベースは角度調整できるので、ダイナミックなアクションポーズでディスプレイ可能となっています。また3つのギミックがあります。1つ目はスーパードラグーン射出展開ギミックです。スーパードラグーンをスライドさせると各機構がリンクしてスーパードラグーンが射出位置に展開します。このギミックによって圧倒的な存在感と迫力を演出できます。2つ目は完全新規造形の可動式内部骨格です。スライド機構を組み込んだ外装とパーフェクトグレードストライクからさらに進化した内部骨格を取り入れたことで、エクストラフィニッシュ加工された黄金 V を効果的に露出させることが可能です。これによってストライクフリーダムの特徴の金色のポイントを見せる美しいポーズを再現できます。3つ目は関節部に新機構を搭載したことです。60分の1のこの大きさを支えるためには関節に
大きな負担がかかります。そこで腰部や脚部と荷重負荷のかかる機体各部に新機構を採用しました。この機構によって関節保持力が向上してイメージ通りのポージングを楽しむことが可能です。その他にもパーフェクトグレードならではのツインアイが LED で発光するギミックもあり、 HG やマスターグレードにない起動している雰囲気も演出できます。そのためこのプラモデルを購入された方からも好評の声が多い一品となりました。この後に登場したのがこちら、リアルグレード144分の1ストライクフリーダムガンダム。発売日2013年11月。3年近くの時間を費やして作られたリアルグレードのプラモデルです。リアルグレードとしては14番目のラインナップになります。リアルグレード初となるゴールドアドバンスモビルスーツジョイントで特徴的な金色のフレームを形成しています。最大の特徴であるスーパードラグーンは細かなディティールまで表現。ウィングの展開、収納ギミックも実機交渉をもとに設計されています。ウィングはゴールドメッキパーツで構成されていて、リアリスティックデカールにより金属のような質感を表現しました。アドバンスモビルスーツジョイントの宿命化、ポロリしやすいという指摘があるものの、デカール張りには慣れと時間が必要な代わりに、完成した時はパーフェクトグレードを超える密度があり、充実感は素晴らしいものということで評価が高い一品となりました。また公式から初めて光の翼エフェクトパーツが発売されたプラモデルでもあり、飾り応えがさらにアップしています。すごい、ここまで。その後今までのラインナップで培った技術と経験によってもっと身近に楽しめるキットとして発売されたのがこちら、 HGCE144分の1ストライクフリーダムガンダム。発売日2016年11月。2005年に発売された HG のリバイブ版です。10年以上の時を経て数々のプラモのいいところを取り入れた完成度の高い一品になっています。以前と比べてパーツの色分け、可動域の広さ、関節の保持力が向上しており、スーパードラグーンも今までのプラモデルで使われたギミックを採用しているので、フルバーストモードを難なく再現できます。本体のプロポーションのバランスもシャープな印象になり、マスターグレード、パーフェクトグレード、リアルグレードにも引けは取りません。何より HG の強みは価格帯がお手頃なところです。これにより手軽にシリーズで機体を揃えてアニメのワンシーンを再現をするといった他のモデルでは難しい楽しみ方もしやすくなりました。現在では2020年11月に開催されたガンプラエキスポ東京にてリアルグレード下ニュームフィニッシュ版が先行販売、そして1月にはプレミアムバンダイで同製品が発売。メタリックアレンジされたストライクフリーダムは別売りの天空の翼を組み合わせることで大迫力のディスプレイが可能な作品に仕上がりました。こうして劇中のきらめく姿に応えるかのようにプロポーションと飾り映えを追求して進化し続けるストライクフリーダムは、次はどんな進化を見せてくれるのかが楽しみです。ちなみにマスターグレードのストライクフリーダムは光の翼がまだ発売されておらず、唯一出ているのは2015年に発売された大河原国尾店の限定品に付属された O と K を形取ったもののみなので、シードシリーズがますます盛り上がっている中、次はマスターグレードストライクフリーダムバージョン 2.0 に期待したいと思います。これってわがまま。とりあえず意思を示す。あとはそれからだって。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。